聴者の皆さん、おはようございます。いつもご視聴いただいてありがとうございます。エリックです。今日は2026年5月24日の日曜日、広島県までとある映画を見に行った様子をお届けしようと思います。視聴者の皆さん、おはようございます。エリックです。今日はですね、5月の24日日曜日になります。今日はどこに向かってるかっていうと、広島県の方に向かってます。自分もよく動画見させてもらってる三島さんのね、北海道に行かれた時の映画をね、自主制作されて福山で映画館を貸し切って配信するということでね、それを見に行こうということで向かっております。このまま北に向かって、深井のところから100円高速通って阪神高速湾岸線で行って、姫路バイパスぐらいまでは上で行こうかなと思ってます。そこからちょっと適当なとこでね、下に降りて海沿いの道を走りたいなと思ってます。今日はね、ちょっと調べる時間もなかったんで、もう完全ノープランで行きます。行き当たりばったりですね。で、映画見た後ちょっと快活クラブなりで仮眠を取って、ちょっと休憩してから帰ろうかなと思ってます。というわけで一路広島まで向かいたいと思います。めちゃくちゃいい天気ですね。今日は最初ね、雨予報だったんですよ。さすがに雨ならちょっと大阪から広島走るのも結構大変なんで、どうしようかなと思ってたんですけど、いやー、もうすごい晴天ですね。現地はちょっと曇りみたいなんですけど、とりあえず今のところめちゃくちゃ天気はいいです。深井で仙北1号線から不動38号線に入ります。堺仙北有料道路の乗り口に着きました。平井の料金所から100円高速に入っていきます。ここから阪神高速湾岸線まで向かいます。正面ちょい右にめちゃくちゃでかい機重機船のブームが見えますね。どれぐらいのものを吊り上げるんだろう。あれ、機重機船っていうのは水上のクレーンですね。それ自体では基本的にあまり動けないんですけど、引っ張ってもらって現場に連れて行ってもらってクレーンの仕事をするっていう役をする感じですね。めちゃくちゃ大きいですよね。なかなか見ないサイズ。湾岸線の分岐が見えてきましたね。神戸方面に行きます。今日はね、まったりのんびり行こうと思います。目的がもう映画見るだけなんで、観光に関してはもう全くプラン組んでないから、見れるとこあったら見ようかなぐらいで、本当に何も考えてないです。堺仙北有料道路から阪神高速湾岸線に入ります。ここの料金所は一旦1車線になってから本線に合流するので、隣の車とタイミングがかぶっちゃう時があるんですよね。お互い様子見しちゃうと危ないので、さっさとお先に行かせてもらいました。すごい風。ここの工業地帯の夜景めちゃくちゃ綺麗なんですよね。昼間見るとこんな感じですね。なんかタイミング的に昼間見ることあんまないんですけど、昼間見ると本当にプラントの集合体って感じ。やっぱりね、湾岸線は海風が強いですね。特にやっぱり雨の合間の晴れの日って風が強かったりしますよね。大阪平野がすごい綺麗に見えてる。やっぱ朝一の景色めっちゃ綺麗ですよね。すごいですね。何のタンクなんだろう。ちょっと見た目優先でね、スクリーンをスポーティーなタイプに変えちゃったんで、高さが下がっちゃったんですよね。前はもうちょい楽だったんだけど、今は結構風が強い時は大変です。これぐらい風強いとね、逆にスピード出した方が安定するんですけどね、ゆっくり行った方が振られる感じはします。大和川まで来ました。大阪のね、二大河川の淀川と大和川の大和川南の方の川ですね。今日は本当に綺麗ですね。
淡路島もわりかしはっきり見えてます。神戸の街がだいぶ見えてきましたね。正面に六甲山がすぐはっきり見えてますね。やっぱ朝は見通しがめちゃくちゃいいですね。ここはもういつも景色が良くてめちゃくちゃいいです。ちょっと休憩したいと思います。水分取ってなかったんで。南芦屋浜まで来ましたね。ようわからん。南芦屋浜のパーキングエリアで少し休憩して軽く朝食を食べます。ここは店舗はないんですけど、自販機で軽食が販売されているので便利です。さて、休憩を済ませましたので、広島に向けて再び走り出そうと思います。思ったよりお腹が空いてたみたいで、食べたら少し元気が出てきました。昨晩は遅くまで仕事をしてたので、若干寝不足気味の感じはありますね。南芦屋浜でちょっと休憩してきました。朝ごはんもちょっと食べてね、お腹もだいぶマシになったですね。神戸の街ですね。今日本当に空気が澄んでる。見えんくなったもう六甲山の上のね、ガーデンテラスとかあそこら辺までめちゃくちゃ見えてますね。今日は住吉浜ハーバーハイウェイ方面、この時間だからまだ空いてるんでいいですね。昼間になるともうここは渋滞になっちゃうんでね、大変です。で、住吉浜からハーバーハイウェイに乗り換えます。風が強い日はこの壁沿いに走ってると楽ですね。風よけてくれるんで。京橋乗り口から明治方面に来ます。ハーバーランドですね。モザイクが見えてます。ちょうどこの右のところにね、ビルの中に南京町中華街がありますね。港川インターチェンジから高知で通行止めになっていたのを知らず、ちょっと混乱してます。ライン新名高知店だ。なるほど。港川で強制退場になったので、とりあえずナビ通りに進もうと思います。予定では姫路バイパスを走る予定でしたが、一般道への迂回は時間がかかりそうです。安全策をとって神戸長田トンネルから北上して山陽道に乗ってしまうことにしました。白川ジャンクションで一旦布施畑方面に向かいます。阪神高速7号北神戸線に入りました。山陽道、どっかから姫路バイパスに抜けられないかなと思ったんですけど、今回は諦めます。姫路バイパスを経由して高速代を節約するつもりだったんですけど、工事のおかげで道路はフル高速で行く感じになってしまいました。山陽道に入りました。今三木東です。ちょっとね、時間が危ういんで海沿い走れるかは分かんないですね。住み具合によると思います。いやー、すごいいい天気。ここからはペースを保って淡々と西に向かって走っていきます。長距離は一定のペースを保って走るのが大事ですよね。一旦辰野西サービスエリアによって残り時間と相談して今後の工程を考えます。辰野西のね、パーキングエリアから下道に降ります。ちょっと時間余りそうなんで、道の駅3つに寄ってちょっと海沿いね、やっぱり走ろうかなと思います。せっかく来たんでね、ちょろっと海沿い走ってまた多分上に乗っていくことになりそうかな。道の駅3つ周辺ね、道がめちゃくちゃいいんすよ。
だいたい道の駅三つまで、15分ぐらいですね。真南に向かっても海に出る感じになります。山陽道降りるとね、本当に一気に田舎道になりますね。でもやっぱ市街地走るよりね、こういう道走る方が気持ちいいですよね。爽やかでいいです。ここでガソリン入れようかな。ちょうどね、いい感じに下降りたし。あ、新幹線や。今のは新幹線広島方面向かってましたね。走ってる方向としては今ちょうど大阪方面に向かってちょっと逆行してますね。多分この右の山をぐるっと巻いていく感じになると思います。ナビを見ながら走ってたら路面に堆積している砂利に気づくのが遅れました。おお、危ない。今の普通にそのまま行ってたら転んでるっすね。とりあえず立てるのが大事ですよね。道の駅3つまでだいたいあと 3,4 キロぐらいかな。多分あと 3,4 分で着くとは思います。ここも秋になったらめちゃくちゃ綺麗なんだろうな。そろそろ海が見えそうな感じがしますね。心なしか日の光も強くなった気がしますよね。そろそろね、海が見えてきますね。見えてきた。瀬戸内の海が見えてきましたね。よいしょ。国道250号線播磨シーサイドロードに入ります。この道路は本当に気持ちのいい回送路で、岩見地区から相生までの海岸線をなぞるように続いています。私が下道メインで岡山や広島に向かうときは、姫路から備前までは寄り道して海沿いを走ることが多いです。港町ですね。おお、かわいい。楽しい道なのでライダーさんも多いですよね。到着しました。久しぶりだな。ここね、景色いいんですよね。今回は時間があまりありませんので、景色を楽しむだけで我慢します。道の駅三つに到着しました。ここからは瀬戸内らしい海の景色を眺めることができます。比較的近くに見える島々は家島諸島といってアウトドア施設などがあるそうです。いやー、気持ちいいね。道の駅三つに寄ってきました。よいしょよいしょ。ここの道がね、めっちゃ楽しいんですよね。でも40キロ制限なんでね。海岸線沿いには海鮮のお店やカフェがあったりするので、ツーリングルートに入れてみるのもおすすめです。木漏れ日もとても綺麗で癒されますよね。相生の町が見えてきました。淡市の時の動画で言っていた南淡路市街が瀬戸内の町に似ているっていうのがよく分かってもらえるかと思います。どうでしょうか。海沿いの道、ちょっと楽しい道ね、走ってきたんで、時間がちょっともうギリギリかなって感じですね。なんで今からまた山陽道の方に戻って、山陽道かな、2号バイパスかどっちかだと思うんですけど、また上でのんびり行きたいと思います。ちょうどね、エネオスがあったんでガソリン給油できました。この辺はのどかでいいですね。帰りはね、節約するために下道で帰ると思うんで、250キロぐらいかな。なんで下で帰ってもいいかなと思って、ゆっくりね、この2号線で帰ろうと思ってます。途中眠くなったらどっかで寝るかも。いや、雨予報やったのにこんなに天気良くなってマジ助かるっすね。よいしょ。すごい長い貨物列車が交差してますね。右行きと左行きが。何両編成なんやろ。すごい長い。備前インターチェンジにて2号バイパスから再び山陽道に入ります。備
前から山陽道に乗りましたので、またのんびり行きたいと思います。やばいぐらい風強い。目的地の福山、広島入ってすぐなんでね、岡山横切ったらもう目的地なんですけど、でもまだ40分かかるから、まだもうちょい先ですね。新幹線が見える。備前インターチェンジから1時間ほどで福山サービスエリアに到着しました。福山サービスエリアのスマートインターチェンジから下道に降ります。ここのスマートインターチェンジはなかなか難易度が高い構造をしてますね。そういえばスマートインターチェンジは数えるほどしか使ったことがありません。どんどんいろんなところに設置されているので今後も増えていくんでしょうね。福山のスマートインターチェンジを降りて福山の市街地の方に向かいます。福山インター降りまして、現地に向かっているところです。広島ぐらいになるとそこそこ遠いですね。なんかそんな感じがしました。いやーでもずっと同じ姿勢は疲れますね。映画館に行く前にコンビニでお金を下ろしてガソリンも給油しておきます。まもなく目的地ですね。福山城の近くみたいなんですけど、ここか。今回は神社の前の広場が臨時駐車場になっているみたいです。映画駐輪場が開いて1時間ほど経ってたのでいっぱいかなと思ったんですけど、意外とまだ集まってきてない感じでしたね。これは帰り際に撮った写真なんですが、来場者はやっぱり SR が多かったですね。さて今回の目的、映画らしいんです。ポスターがすでにかっこいいですよね。シアターも思ったより広くて、ジョージ・リーさんが作った作品を大迫力で楽しめました。福山の映画館でね、みしょめさんのライカボーイフィルムの映画を見てきました。みしょめさんとジョージ・リーさんが2人北海道にね知りに行ったドキュメンタリーということで、本当にそのままですね、ツーリングした内容を編集して流してる感じでした。でもやっぱいいですよね、仲間と一緒に旅に出るってめちゃくちゃ楽しいと思うんで、旅行行きたいなってなりますよね。やっぱ北海道のツーリングね、めちゃくちゃ楽しいですよね。多分あの尺じゃ収まりきらないんだろうなと思いますね。あと素材が多分とてつもなく多いと思うんで、めちゃくちゃ多い素材の中からね、見どころの場面抜き出すだけでも本当に大変だと思うんです。ツーリング行きたくなりますね。今ツーリングみたいなもんなんですけど、やっぱり北海道とかね、九州とかまた出かけるのとはまたなんか別な感じがしますよね。特別な感じはやっぱりあります。いや、良かったですね。で、今からはですね、今日帰りはのんびり下道で帰ろうと思ってるんで、とりあえず2号線のんびり走ってね、気をつけながら行きたいと思います。できればこのまま姫路まで行きたかったんですけど、この後いきなり強烈な眠気が襲ってきました。海岸沿いで夕焼けを眺めるつもりが耐え難い眠気に危険を感じたのでピットインしました。ライダーの味方、眠い時に快活クラブは本当に頼りになります。フラットルームで2時間半ほど仮眠を取らせていただきました。自分は出かける前日はテンションが上がって眠れないことが多いので、ツーリングの帰り道にはよくお世話になっています。眠い目をこすりながら夕方の混んでる道を走るよりは、仮眠を取ってから夜の空いている道を走りたいんですよね。というわけで空いている夜の2号バイパスに乗りました。快活クラブで仮眠を取ってきました。ちょっと夕焼け見に行こうと思ったんですけども、さすがに眠すぎて2回ほど意識が飛びかけました。危ねえと思って、もうそういう時はね、やっぱりもうどっかで寝ちゃうに限るんで、
で寝てちょっと元気になりました。快活クラブマジで助かりますよね。休日だとね料金ちょっと高くはなるけど、それでも1500円かからないかな。で3時間休憩できるんで、ドリンク飲めてソフトクリーム食べれてもう仮眠できるソフトクリーム屋さんっすよね本当に。快活クラブで面白いのが、ソフトクリームどっかで食べるより快活入って食べる方が安いっていうね。快活入ってソフトクリームだけ食べてすぐ出ると330円とかで済むんですよね。あとはね2号線ひたすら走ってのんびり下道でね家まで帰ろうと思います。もう夜の2号線はねまあこんな感じでペース早いんでね、割とあっという間でもないけど結構スムーズに家に帰れると思います。みんなすごいスピードで走っていくもんねここね。改めてちょっと今日見た映画についてね話そうかと思うんだけど、今日見た映画は美少年さんとジョジ D さんが、みんなでやってるライカボーイフィルムの作品なんですね。で、その美少年さんジョジ D さんが北海道にねなるべくお金をかけないようにお布施を受け取って旅をするみたいなことをされてたんですね。でそれをまとめたフィルムになってます。多分本当旅の内容はもっと濃いんだろうなと思いますよね。素材の中からピックアップして作ってるんだろうけど、多分ねもっと楽しいこといっぱいあったんだろうなと思いますよね。やっぱ仲間とねツーリング行くって本当に楽しいんで、すげえくだらないことで笑ったりとかね、いい景色見てね感動したりとか、しんどいこともあり、ね、楽しいこともあり、やっぱいいなってこう再確認できた映画でした。いやー北海道行きてーってなりますね。北海道とね九州はやっぱなんか別ですね本当に。ツーリングって言ってもやっぱその中でも別格というか、今年は北海道か九州行きたいんですよね。できたらね。自分はね北海道か九州かって言われると九州の方が好きなんですけど、もともとめちゃくちゃ走りたいっていうタイプではないので、北海道ってね結構移動長いんですよ。同じ景色でずっと走るみたいなところがあるんで、九州みたいにこういろいろ変わったりはしないんでね、夏秋あたりに時間作ってね旅に出たいなと思ってます。ちょっと鳥取あたりもねまた改めて行きたいんですよね。いや今ね心地よい疲れが体に来てますね。バイクね楽ではないんですよ。やっぱたまに車乗るとめちゃくちゃ楽でマジでねバランス取らなくていいし、座ってりゃいいし、ペダル踏めば進むし、自分のはね子供だからやっぱ疲れるんですよねバイクの方が。岡山の市街を抜けて今多分山あいのとこまで来たかな。やっぱり岡山広島とかは海辺のね市街地抜けると一気に街の明かりがなくなりますね。山の中に入っちゃう。映画見てて思ったっすけど、やっぱああやってずっと年齢重ねてもね一緒に遊べる友達はめちゃくちゃ大事ですよね。自分にもね一応お互い親友だろうなって言えるやつがいるんですよね。でもそいつはバイク乗ってないんで、自分は若い頃はね端的に言えば自己中というか周り見えてないというか、そんな感じだったと思うんですよね。ある程度気にはしてたような感じはしたっすけど、やっぱできてなかったなと今更思うことはあるっす。だからいろいろ振り回してたなみたいなそれでもね未だに仲良くしてくれてるんで本当ありがたいですよね。今はねもう本当にかなり変わったっすね。逆に気使いすぎみたいな言われることもある。ではまたちょっとしばらく走ろうと思います。次は多分神戸あたりかな。明石海峡大橋がね見れたらいいなと思ってます。綺麗なんでね夜は。ではいます。バイパスを降りて今2号線に戻って海沿いに向かってます。もう右の方に海が見えてくると思うんですけど、明石海峡大橋のたもとのところにバイクのたまり場というかがあるんで、そこにちょっと寄っていこうと思います。さすがにちょっとお腹が空いてきました。腹減った。大倉谷駅から JR 神戸線と真横で並走する形になります。マクドナルドが目についたのでテイクアウトしたらちょうどいいかと思って入りました。
明石海峡大橋をタイムラプスで撮りたかったので、その間に食べるつもりです。電車と並走するのもなんとなく風情があっていいですよね。ちょっと目についたんでマクドナルドでフィレオフィッシュセットを買っちゃいましたあ、明石海峡大橋も見えましたね。ちょうどいいやと思って買っちゃいました。この電車ね、晴れてると景色良さそうですよね。海眺めながら。大人になってからは電車の旅ってあんまりやったことないんですけど、そういうのもやってみたら面白いのかな。2号線から外れてアジュール舞子ビーチを目指します。アジュール舞子のバイク用駐輪場があるので、そこに止めさせてもらって明石海峡大橋を撮影しようと思います。思ったよりも人は少ない印象を受けましたが、奥の方にも暗い中に人影があってバイク好きが集まってるみたいですね。アジュール舞子バイク駐輪場に到着しました。明石海峡大橋の照明がとても綺麗ですよね。今日は緑色の日みたいです。タイムラプスを撮影しながらフィレオフィッシュを食べてのんびりしてました。アジュール舞子を後にしてまた大阪に向かって出発しました。だいぶ大阪の方まで戻ってきました。明石海峡大橋のたもとのところから今は大正区まで戻ってきました。下を、船が取れるように螺旋のこうループでぐるぐるって上がっていって、で橋を渡ってまたぐるぐるって下がるんで、上から見るとね、ちょうどメガネみたいな形してるんでメガネ橋ってよく言われます。見えますかね、カメラ映ってるかな。このぐるぐるぐるって回るんですよ。頂上でね、めちゃくちゃ見晴らしがいいんで、これだけね高さがあるんで、頂上から大阪市内のね夜景が一望できるので、多分綺麗に見れると思います。ちょっと夕焼けね、どうしてもちょっと眠気で見に行けなかったんで、代わりといってはなんですけど、ちょっと夜景を見ようかなって感じです。よいしょ、行きましょう。でこのループもね地味に楽しいんですよ。人によっては酔うって言うんですけどね、自分は全然。よいしょ、頂上です。で頂上上り勾配になってからの下りでこう視界がバッと開けるんで、ぜひ夜に通ってみてほしい。もう日付変わっちゃってるからね、光も減ってるんですけど、それでも綺麗ですね。あとね、夕焼けとかも綺麗ですね。この夕焼けの場合に逆方向になります。朝日だとこの方向か。いろんなハルカスとかも見えたりね。ハルカス見えるかな。見える見える、全然見える。ぜひぜひ夜通ってみてください。夜はね、でも神戸方面から行く方がおすすめです。動画の途中ですが、いよいよ今週末に迫った関西 SR フェスのお知らせをさせてください。今年の関西 SR フェスは5月30日土曜日に前年と同じく京都府美山のゼロベースにて開催されます。時間は午前10時から午後15時まで。雨天は翌日日曜日に延期となります。なんと今年の入場料は無料となっています。例年と同じく道の駅新光悦村集合で会場までのツーリング企画もあります。ツーリングに参加される方は午前9時までに道の駅にお集まりください。
集合場所は道の駅新光悦村に入ってすぐ左手のスペースになります。例年30台以上の台数になるので、スペースの節約にご協力ください。また空ぶかしなど他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。今年もイベント限定デザインの T シャツを販売する予定です。数量限定で各サイズ少量のみのご用意となります。大げさではなく少ないので、確実に欲しい方はお早めにお求めください。ご来場いただいたら、まず受付にて記名をお願いいたします。ハンドルネームで OK です。記念ステッカーもその時にお渡しする形になります。また同じく受付先着100名様にご協賛のシュアラスター様からプレゼントがあります。受け取られた方はパワーショットのタグを利用して感想のポストをお願いします。来場されたらスタッフの指示に従ってバイクを止めてください。 SR 以外の車種でのご来場者様は会場外の臨時駐車場に停めてください。カラーぶかしや他のバイクに許可なく触れることや他の参加者の迷惑になることはおやめください。会場までの道、会場内でも転倒などにも十分注意して安全運転をしてください。会場はゼロベースさんのご好意でお借りしています。昼食などはぜひゼロベースさんの店内にてご注文いただけますと幸いです。詳細などは備考欄から主催アムさんの各種アカウントをご覧ください。あとはね、もう家まで帰るだけなんで、特に面白いことも多分ないと思います。あったら困る。ので、とりあえずこれでこの動画は終わりにしたいと思います。ご視聴いただいてありがとうございました。もしよろしければ高評価、あとチャンネル登録とコメントをお気軽に、何でもいいんでね、書いてください。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn the clock